ま。これうま。ぽちゃぽちゃチャキチャキチャキぽちゃぽちゃチャキチャキチャキぽちゃぽちゃチャキチャキチャキ料理の秘訣は愛情です。ぽちゃぽちゃチャキチャキチャキ。皆様こんにちは。今回ね、ちょっとランチに麻婆豆腐丼を作ったんですけど、結構ね余りすぎちゃいましたんで、麻婆豆腐をねちょっとリメイクして面白そうなチーズ焼きにしてみました。もう結構バイトちゃんも絶賛のね美味しい出来上がりだったんで、ぜひ皆さんももし麻婆豆腐が余ったら試してみてください。もうそれではね早速作っていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。スタート。それでは材料紹介していきたいと思います。ちょっと今回ねランチ爆死していっぱい余った麻婆豆腐、あとねちょっとサバの味噌煮を混ぜたら美味しいんじゃなかろうかと思って買ってきました。あとはねちょっとグラタンというかチーズ焼きみたいなのにしたいんで、スライスチーズを用意してください。一応2人前作るんですけど、1人前あたり2枚ぐらいで大丈夫だと思います。材料はこの以上です。まずはねもし麻婆豆腐が余ったらっていう時のリメイクなんですけど、この余った麻婆豆腐にねサバの味噌煮缶を入れたいと思います。最初は水煮にしようかと思ったんですが、このねサバの味噌煮缶もねちょっと甘いので、この甘辛いサバの味噌煮と麻婆豆腐のピリ辛を合わせてチーズでね焼いたら美味しそうだと思ったんで、余った麻婆豆腐にサバの味噌煮缶を入れます。サバのね味噌煮缶入れたらちょっとサバが大きいんで適当にね崩してください。この時にね骨なんかあったらもう食べにくいんで取り除いておいてください。サバの味噌煮缶の骨は気にするほど硬くないので大丈夫だと思うんですが、一応取り除いておきます。そしたらね軽くお箸で潰しながらこの麻婆豆腐と一緒に全体的に混ぜ合わせてください。これでねちょっと甘辛でピリ辛のいい感じの味になってると想像しております。今回はね想像して作ってるんで完成がどうなるのか楽しみですけど、私の想像では美味しくなると思います。はい、こんな感じで混ぜ合わせます。サバのね味噌煮缶と麻婆豆腐を混ぜ合わせたらねスライスチーズ、こちらをねもう適当に手でちぎってさっくりと混ぜ合わせてください。なんかピザ用とかのチーズが良かったんですけどちょっとなかったんで今回はスライスチーズでやりました。もうピザ用のチーズでも大丈夫です。だいたい適当にちぎってこのサバと麻婆豆腐を混ぜたところに入れて、こちらもしっかり混ぜ合わせてください。はい、こんな感じで麻婆豆腐とサバの味噌煮とチーズを混ぜ合わせました。ここまでできたらねグラタンなんかを作れる器を用意してください。そこにねしっかりとこの混ぜ合わせた麻婆豆腐を入れていきます。サバのね味噌煮の缶詰もある程度食べやすい大きさにほぐしとくことで全体的に食べれると思います。こんな感じですね。こんな感じで麻婆豆腐とサバの味噌煮を混ぜたやつを入れます。
ここまで入れたらね、またこの上からさらにもう1枚のスライスチーズを適当に手でちぎりながら、今度はね、広げるようにして乗せてください。こんな感じですね。この辺は適当で大丈夫です。全体的に乗せれるように手でちぎりながらでいいんで、上全体に広がるように乗せてください。はい、こんな感じです。ここまで準備ができたらね、中までしっかりやっぱり温まってた方が美味しいと思いますので、一度電子レンジで1分ぐらい加熱してください。電子レンジで一度ね、軽く温めてからオーブンやオーブントースターで焼いて表面のチーズにね、焼き色をつけていきます。それではちょっとレンジにかけてきます。ぽちゃぽちゃチャキチャキチャキぽちゃぽちゃチャキチャキチャキ。はーい、今電子レンジで軽く温めてきました。ちょっとほんのりね、上のチーズも溶けていい感じになっております。そしてね、今回はオーブントースターで焼いていこうと思います。やっぱオーブントースターの方が比較的ね、ご家庭にもあることが多いと思いますので、オーブントースターの中にね、セットします。はい、こんな感じです。あとはね、このままチーズの表面が焦げるようにね、様子を見ながら焼いていきます。とりあえずこのまま焼きたいと思います。味付けマジック七変化。ぽちゃぽちゃチャキチャキチャキ。どんな感じかちょっと一回開けてみましょう。ああ、いい感じですね。もう少しですね。全体的に焼き色がつくまでもう少し焼きたいと思います。めっちゃ美味しそうやわ。はい、焼き上がりました。こんな感じで良さそうな感じに出来上がりましたんで、ちょっと出してみたいと思います。もう熱々なんで気をつけてください。さて、どうやって出しますか？熱いかな？絶対熱いな。俺の手はちょっともう熱くなってるからいけるけど、怖いからやめときます。熱っ、結構熱いわ。やばいやばい、何も考えてなかった。はい、できました。こんな感じですね。いい感じです。めっちゃ熱いし、熱っ。のはいよー。はい、こんな感じでね、綺麗に焼き上がりました。まあここまでできたら、そうですね、やっぱ麻婆豆腐とサバの味噌煮なんで、トッピングはネギじゃないでしょうか。いい感じのね、チーズの焼き色もついて美味しそうです。はい、これで麻婆豆腐のね、ちょっとリメイクした麻婆豆腐とサバの味噌煮のチーズ焼き完成です。それではバイトちゃんと一緒に食べてみたいと思います。はい、できました。どうぞ。いただきます。こういうのも置いといて。美味しそう。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。いや、多分な、想像で作ったけど美味しいと思う。
いやもうなんかそこどこ？美味しそうやもん。ほらうんうん。サバの匂いがすごいな。おいしい。これめっちゃいいんじゃないですか。これうまっ。うまっ。これうまっ。あこれうまいわ。おいしい。やば天才かもしれへんな。これ普通にメニューに出せそう。あそれはちょっとやめとくわ。なんでですか？えなんかやばそうやん麻婆豆腐とか常にないし。おいしい。これめっちゃ美味しいです。これめっちゃおすすめです。ほんまに美味しい。まあもし仮にですけど麻婆豆腐作りすぎて余ったらぜひやってみてください。めっちゃ美味しい。これはちょっとびっくりするぐらい美味しかったです。味噌と合ってますね。味噌と合うてるよな。うまっ。100。はいということで今回はね麻婆豆腐のリメイクに挑戦してみましたんでかなり美味しかったんで、もしよかったら皆さんも試してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。